BNI CEO 最高経営責任者のグラハム・ワイミラーです。BNI のリスタート・ザ・ワールド、世界を再始動させるイベントへようこそ。世界中の BNI メンバー、リーダー、ゲストの皆さん、今日はこの素晴らしいプログラムへのご参加、どうもありがとうございます。BNI は世界70を超える国でビジネスを支援しています。2020年、そしてその後も成長が持続できるようにサポートしています。本プログラムはビジネス、そしてコミュニティの持続に注力している世界のすべてのビジネスリーダーのためのものです。特に BNI のナショナルディレクターの皆さん、リスタート・ザ・ワールドにご協力いただき感謝しております。皆さんのリーダーシップは非常に重要で価値あるものです。そして今回はリスタート・ザ・ワールドをご支援いただきありがとうございます。私個人としても非常にありがたく思っております。BNI は今年1年単独で見ても約100億ドルのビジネスを生み出しました。世界70カ国でメンバーが他のメンバーをサポートしてきました。今年単独で約100億ドルが700万件以上の価値ある新規顧客を紹介するリファーラルによって生成されました。世界中の BNI のメンバーに今年の現時点までのこの見事な成果に祝福を送ります。今年は世界中のビジネスにとって困難な年です。国際通貨基金 IMF は1930年代の大恐慌以来の最悪の大不況であると発表しました。新しい道筋を模索しなければ、世界の GDP は 5% 以上減少する可能性があります。新しい道をたどらなければ、今年の秋、記録的な数の倒産が起きるかもしれません。リスタート・ザ・ワールドはこの新しい道筋のことなのです。ですから今日皆さんがプログラムにご参加くださり、非常に嬉しく思っています。リスタート・ザ・ワールドは世界中でビジネスが協力することが鍵ということです。お互いに支え合い、2020年もそれ以降も成長を続けます。BNI は27万人の世界70カ国の目的に導かれたビジネスリーダーの集まりです。お互いを支えるために毎週会合を開き、終生まで続く関係を構築します。リスタート・ザ・ワールドのプログラムを始めるにあたり、BNI 創立者兼チーフビジョナリーオフィサーのアイヴン・マイズナー博士をご紹介します。マイズナー博士は35年前、世界のビジネスのやり方を変えるとの意思のもと、BNI を創立しました。マイズナー博士は著名なスピーカーで作家でもあり、モダンネットワーキングの父としてよく知られています。私を含め多くの人のメンターであり、友人でもあります。では、ここからマイズナー博士に進めていただきたいと思います。マイズナー博士、どうぞ。グラハムさん、どうもありがとう。親切な言葉をありがとうございます。グラハムさんが特にこの困難な年にこの組織のため、そして世界中の小規模ビジネスのために行ってきたことに感謝してきています。感謝しています。では、始めましょう。リスタート。再スタートとは、再設定、再開、再起動、再出発。今、このような考え方を持つのが適切です。リスタートの範囲語は削減、中断、中止、放棄など不安が立ち込める暗雲に穴を突き開けようと思うときに障害になるような言葉や感情です。このような言葉は私たちの考え方から排除しないといけません。そして本当の意味で世界を再起動させるのです。正しい考え方を持ち、再開、再起動、再出発するのです。これが正しい心の持ち方です。前例のない状況を前例のない成功に変えることができます。内省するのです。心の中で未来図を描き、メンターの話を傾聴するのです。成人教育で転員学習という概念があるのでお話しします。学習は異なる状況で全く新しい革新的な方法で適用し、
転移することが可能という理論です。最も重要なのは、聞いたアイデアを自分の状況や課題に適用させることです。転移学習を皆さんに授けられたアイデアがたくさん詰まったブリーフケースだと思ってください。皆さんがもらったブリーフケースです。受け取ったブリーフケースを持っていき、開いてください。そして入っているアイデアの一部を自分の状況に適用してください。内省と実行を通してです。このような内省のプロセスを通して、今日のイベントの後、聞いた概念を個人個人それぞれの状況に転移してください。このようなことができると、リスタート・ザ・ワールドのようなプログラムが最も効果を発揮するのです。聞いたアイデアを自分の状況に適用してみる。パターンやあり得る状況を認識し、既成概念にとらわれず、従来とは異なる考え方ができるようにしてくれる、触媒のような役割を果たすイベントなのです。皆さんがどうやったら自分の状況に今日これから聞くアイデアを適用させることができるのか一番よく分かっているはずです。そのためにはイベント後、内省することが必要です。従来通りのやり方を踏襲すると、おそらく将来苦戦することになるでしょう。自分のやっていることが大好きなのは何ら問題ありません。ただ、今の自分のやり方が大好きだとしたら、将来あなたは意味のない存在になってしまうかもしれません。私が以前、不景気への参加を拒否しますと言ったのを聞いたことがあるかと思います。今日は私以外にも不景気への参加を拒否している3名の方を紹介します。この3名の BNI のトップグローバルビジネスリーダーは世界を再起動することに情熱を傾けコミットしています。ビジネスインサイトの後半に及ぶ専門知識を共有するために今日来てくれています。最初のパネリストはアジア太平洋を代表して BNI のグローバルマーケットのプレゼントのマクス・バサンさんです。BNI がある国の事業運営をサポートしています。インターナショナルフランチャイズアソシエーション認定のサーティファイドフランチャイズエグゼクティブです。BNI ではエグゼクティブリーダーとしてリーダーシップの道を BNI バンガロールで歩み始めました。4年前、BNI インドの運営するために招聘され、今インドは BNI の中で最も成長著しい国になっています。BNI インドはたった4年でメンバーが9800人から3万6000人に拡大しました。彼のビジョンは2029年12月までに100万人以上の起業家にビジネスのやり方を変えるようインスピレーションを与えることです。次は、米州を代表してロリエナ・メディーナさんです。彼女は2005年12月から BNI メキシコのナショナルディレクターであり、ラテンアメリカンアフェアーズのマーケティングマネージャーです。この役割の中で彼女はリーダーシップを生かし、トレーニング、カウンセリングを行い、ラテンアメリカをサポートしています。彼女はサーティファイドフランチャイズエグゼクティブの資格を1年も経たずに取得しました。こんな短期間で珍しいです。現在 BNI メキシコには125以上のチャプターがあり、メンバー数は約4400人です。そして、今日ご紹介する最後のパネリストは、中東アフリカを代表し、BJ シャーさんです。アラブ首長国連邦カタールのナショナルディレクターであり、BNI ケニアとウガンダの共同ナショナルディレクターです。過去15年間、卓越した実績で多数の BNICN 賞を手にし、ウェールズ大学でバンキング&ファイナンスの学士を持ち、ロンドン大学シティ校でファイナンスの修士を取得しています。彼もまた最近、インターナショナルフランチャイズアソシエーションのサーティファイドフランチャイズエグゼクティブの資格を取得しました。世界の広範な地域を代表する本当に多様なパネリストの皆さんです。では始めましょう。まず、はじめに3人全員に対して簡単な質問から始めたいと思います。手短にまとめてご発言いただきたいのですが、まさに今、ビジネスが再起動するために、そして、不景気への参加を拒否するためにすぐにできること、一つお願いします。ロレーナさんからお願いします。マイズナー博士、どうもありがとうございます。今できる最も重要なことは、先ほどの紹介でおっしゃっていたメンターを見つけることだと思います。私にとってはメンターを見つけたことによって背中を後押しされ、物の見方が変わり、今のビジネスを続けることを決断できたんです。もし私一人だったら、うねり道できっと立ち止まり、しゃがんで泣き出していったと思います。世界中の私のメンターのネットワークができていたので、前を向き、
BNI オンラインで成功することができました。後でまた聞かせてください。では BJ さん、手短に何を推奨するか教えてください。マイズナー博士、ありがとうございます。リフレーミングをお勧めします。つまり、現状を見て、自分の能力を考え、今度はそれを違った目で見てみるのです。今、自分たちは何を行っているのか、自分たちの能力はどうなのかを考え、どう変えられるか考えるんです。後でまた伺います。マックさん、どうですか？関係を再構築し、以前のお客様と再度関わること、これが重要だと思います。素晴らしいですね。皆さんありがとうございます。それでは、1人1分ぐらいずつでお願いします。ロレーナさん、メンターとおっしゃいました。メンターが自分にとって非常に重要だったと、もう少し教えてください。私にとってメンターは必須でした。私は苦悩のすべてのステージを経験したと常に言ってきました。最初は怒り、次は拒絶、すべての苦悩を経験しました。そしてやっと受け入れることができる段階に到達したとき、私は自分の持っている人のつながりに接点を求めたのです。マックさんがおっしゃっていたように、人との関係は非常に重要です。世界中のすべての仲間との関係を再構築しようとしました。今まさにそのようなことが必要です。特に親しい間柄の仲間全員に連絡を取り、解決策を何とか見出したんです。ベストプラクティスを知り、どのように先に進めればよいのか見えてきたんです。私にとっては大きな違いをもたらしました。どのようなビジネスでも同じことが当てはまると思います。世界の他の仲間、地域に連絡を取って彼らがどうしているか尋ねましょう。アドバイスを得るんですね。とてもいい提案です。BJ さん、リフレーミングの話をしていました。教えてください。メンバーがどのようにリフレーミングを行ったのか、例をお話しします。メンバーのもう一つのビジネスは醸造所経営でした。最近、ウガンダでビール、スピリッツなどの醸造所を始めたのです。コロナの感染が拡大するほんの数ヶ月前のことです。多額の投資を行い、新しい醸造所を立ち上げたばかり。そして、誰も想像だにしなかった状況が起きたのです。でも彼は迅速に状況を考察し、自分の能力を考えました。ボトリングのラインはある。除菌剤を作るための原料は揃っている。新しい状況下で必要とされている商品です。パブは閉めていて、バーもすべて閉まっているので、作っているビールの需要はない。なので、除菌剤を作り、大成功しました。そしてまた別のメンバーの例になりますが、対面でのチームビルディングを生りとしてきたメンバーの話です。彼女は能力のリフレーミングを行ったのです。これまでの対面でのエクササイズを通して、チームビルディングを支援していたのですが、方向転換し、オンラインで研修を提供するようになりました。その結果、対象市場は自分が拠点としている地域だけではなく、世界中が彼女を受け入れてくれるということが分かったのです。今は様々な国から問い合わせが来ているそうです。驚くようなお話です。2つ素晴らしい例ですね。私もイベント企画業者に知り合いがいます。オンラインでなんか絶対にできないと常に言っていたんです。けれどどうなったと思いますか？今では以前はいなかった海外顧客も獲得したんです。方向転換したからこそ実現できたことです。素晴らしいですね。BJ さんありがとう。マックさん、Be engaged 大事とおっしゃいました。なぜ重要ですか？クライアントとの関わりを高めるのは非常に重要です。最近ビジネスを行ったクライアントの動向を探るのです。お元気ですかと。商品を買ってくださいなど再度取引を求めるのではありません。過去6ヶ月間の顧客のリストを作るのです。あるいは1年前に良い仕事をした時のクライアントがいるかもしれません。簡単なメールで構わないんです。私は今日も3、4年前に仕事をお願いした業者から WhatsApp で連絡を受けました。私は驚いたんです。あの時のあの人からのメッセージが来たんだと。彼は単に私がどうしているのか知りたかったんです。お元気ですかと。単に再度関わりを持つんです。自分の存在を見える化するのです。そして関係を再構築するのです。世界を再起動させるための最初のステージは自分の顧客と再度関わりを持つことから始まるからです。はい。ロレーナさんはメンターの話でした。メンターは本当に重要です。心の底からそう思っています。BJ さんはリフレーミング、マックさんは再度関わりを持つお話でした。今聞いている皆さん、これはブリーフケースです。情報です。今日聞いたアイデアを自分に当てはめて考えてみてください。言うは易し、行うは難しです。容易なことであれば、全員が今日の3つの提案を実行すると思います。一貫性を持って実行する。一貫してこのようなアイデアを実践するというのが鍵だと思います。皆さん、素晴らしいお答え、ありがとうございます。
では、2つ目の質問です。少なくとも2人にお答えをお願いします。ビジネスが成功するためには態度、姿勢はどれぐらい重要でしょうか。私は成功するためには前向きな姿勢が必須だと思います。態度、姿勢はどれぐらい重要でしょうか。マックさんからお願いします。前向きな姿勢は磁石のようなものです。前向きな姿勢の人は多くの人を引き寄せます。前向きな姿勢の人、エネルギーを与えてくれる人を周りに置いておくことです。私たちは日々ニュースを聞いて電池が消耗してしまっています。自分の周囲には前向きな人を抱え、自分がエネルギーをもらえるようにする。音楽を聴いてエネルギーをもらう。本を読むことなどもできます。前向きな姿勢であればこそ人が集まってくるのです。どういうもので自分の周りを囲い、自分を守るかは非常に重要です。前向きな姿勢、自信を示すことができれば、人々は再度関わりを求め、関係再構築につながるのです。マックさんの今の話を聞いて、前向きな姿勢か、それなら分かっているよと軽く考えている人はいると思います。でも、この前向きな姿勢の力を過小評価してはいけません。私はがんの診断を受けたとき、自分の人生からマイナス思考をすべて排除することにしたのです。私は早く寛解できたのは解決策と前向きな姿勢に集中したからだと思います。非常に重要です。ありがとうございます。ロレナさん、いかがですか？私もマックさんに 100% 同意します。本当に磁石のようだと思います。前向きな姿勢と盲目的な楽観主義とは違うものだと認識すべきです。前向きな姿勢はバランスが取れています。ありのままの現状を受け入れられることです。つまり、今はそんなに素晴らしいわけではないけれど、同時に、では、どうしようかと考えられることです。私にとってはこれが前向きな姿勢です。目の前にあることを無視しないこと。現状はそんなに素晴らしい状況ではないことを認めつつも、対処法を考えること。泣き崩れるのか、それとも解決策を見出すのか。それが枠組みであり、主要な違いです。いかなる状況であれ、単に楽観的な人、対現状を認め、対策を考える人。ロレナさん、いい点ですね。ソリューションズ・フォーカスという本を皆さんにお勧めします。イギリスの私の友人、マーク・マクグルガーが執筆しました。問題にばかり集中していると問題の専門家になってしまうと彼は言ってしました。なので、ソリューション、解決策に集中すべきと言っています。ロレナさんのお話に出てきた前向きな姿勢で解決策に集中すること、とても良いですね。どうもありがとうございます。次の質問です。世界の再起動に貢献できる2020年の最も興味深いトレンドを教えてください。この質問を BJ さんにお願いします。はい。最近、e コマースに関する報告書を読みました。過去90日間で e コマース業界が達成したことは過去10年で達成したことに匹敵すると書いてありました。つまり文字通りオンライン化の進展でオンライン交流の割合が90日で2倍になったというのです。10年かかったことが90日で達成できたのです。当然、状況が変わり、リモートワーク、ロックダウンになったなどの影響もあります。テクノロジーを受け入れ、デジタル化、自動化など推進してきた BNI オンラインは良い例だと思います。世の中は適応しなければならない状況なのです。素晴らしいのはビジネスが成長し続けているということです。メンバーの中には興味深いことを言う人もいます。ニューノーマルに戻ったらまた対面で人に会いたいです。ただ、テクノロジーが他のことにも役立つというのです。移動が減り、コスト削減につながります。一部の会社は出張費が大幅に減ると言っています。一部の業界にとっては良いニュースではありません。ただ、これは理にかなったことです。ある別の例をお話します。私の会社では紙を使った業務があり、ペーパーレスを進めないといけないといつも社内で話し合っていました。数年かかりました。でも実現できたとき、数週間で完璧にペーパーレスになりました。その結果、納期など他でも驚くような改善が見られました。デジタル化、自動化のトレンドは全業界で大きなインパクトをもたらします。
おっしゃる通りです。いくつかコメントさせてください。ジーニーが魔法のランプから出てきて後戻りできない状況に陥ったということです。テクノロジーもネットワーキングもそうです。ネットワーキングにテクノロジーを融合させたのは後戻りできないところまで来ています。定着するでしょう。皮肉にも私は2年前このような記事を書いたんです。entrepreneur.com の記事です。entrepreneur.com を検索していただければこの記事が読めます。今対面で行われていることがオンライン化するという内容です。私は当時テクノロジーの進化がもたらす5年から10年先の見通しを書いていたのですが、コロナは予想していなかったです。でもおっしゃる通り、思ったよりも早く対応しなければいけない状況に置かれましたね。短いお話をさせてください。私はあるイベントに行きました。今年の1月、ザ・グレート・ポーズ大いなる停止の前です。そこにはデイビッド・フールというフューチャリスト、未来学者が来ていました。彼は運転手付きの車で会場に来ました。運転手は予約の電話をしていたそうです。彼は運転手にオンライン予約に変えたらどうと提案しました。オンラインにしたら運転を中断する必要はなくなるし、手帳を出して運転中に日付などの確認をする必要もなくなるし、運転に集中できるよと伝えたそうです。運転手は無理。オンラインはできないと。絶対にうまくいかないからと答えたそうです。デイビッドさんは驚いたそうです。多くの企業はすでにオンライン対応になっているのにそれを拒んでいるなんて。私はおそらく変化を拒む企業は倒産の道をたどるのではないかと思います。一方、変化を認識する意思がある企業は成功を収めていくのではないかと思います。BJ さん、ありがとうございます。次の質問です。このような状況下でのネットワーキングに関する人々の誤解、どのような誤解がありますか？このような誤解に私たちはどう対処したらいいでしょうか？ロレーナさん。なんていうことでしょう。最も明白なのは、ありえない。ネットワーキングはオンラインでうまくいくわけがないと思うんです。実はこれを初めに言ったのは私なんです。初めてオンライン化したときに、こんなのありえない。私たち一体何もやっているの？オンラインなんてダメ。うまくいかない。直接会うのとは違うと言いました。でも、実際、メンバー、ネットワーキング参加者が私の考えを変えてくれたのです。みんなが私をミーティングに招待してくれ、今の時点で私のチャプターの約半分を訪問することができているのです。あちこちにチャプターがあるので、以前だったらこのようなことはできなかったのです。そして、私は多くのメンバーと関わり、オープンネットワーキングで彼らと話をするのが大好きです。メキシコで一生メンバーである人と出会いました。10年、11年くらいメンバーの方です。年配の方で、私は彼がこの変化をどう受け止めているのか心配したのです。彼は今までずっとネットワーキングを対面で行ってきていたので、どう思っているのか不安だったのです。オープンネットワーキングの時に彼は言いました。なんでもっと早くこのやり方を思いつかなかったのか信じられない。すごくいい。朝もっと寝ていられるし、朝食代も払わなくていいし、とってもいい。しかも同じ結果が得られると、彼は本当にオンラインが気に入ったのです。なので実際メンバーがオンラインネットワーキングは対面の素晴らしい代替手段だと納得させてくれたんです。今後も定着すると思います。そうですね。ジーニーが魔法のランプから出てしまったので後戻りできないですね。いろいろな手法が技術の進化で定着していきますね。ワントゥーワンはどうですか？オンライン、例えば Zoom、Skype などのプラットフォームの方がはるかにやりやすくないですか？以前は私はノーノーノーと言っていたんです。オンラインのワントゥーワンには数に入れてはダメと言っていたんです。今思い起こせば私はおかしなことを言ってました。私もそこは有罪です。私は以前もそして今も思うんですけれども、直接会えるのが一番いいと思います。本当にそう思っています。握手をする、安全であれば。座ってコーヒーを飲みながら会話をする、あるいは食事をしながら話をする。今でもそれが最も強力だと思っています。でも今新しいプロセスが機能していることに私たちは気づきました。先ほども言ったように自分のやっていることに夢中なのはいいのですけれども、やり方に固執しコミットしてしまっていては将来他の人にとって意味のない存在になってしまう可能性があります。今はネットワーキングの以前と違う形で行う必要があります。ビジネスのやり方も変えなければなりません。どうやったらビジネスのやり方を変えられますか？考えてみてください。どうやったらできるでしょう？時が経つにつれ、これは必要になってきます。次の質問です。この質問は BJ さん、マックさんにお願いします。実践的なアドバイスを一つ。今からネットワークを始めようとしている人にお願いします。まず BJ さん。
はい。もし今から新しくネットワーキングを始めようと考えているとしたら、おそらく何かしか理由があると思うのです。多くの場合、ビジネスを成長させたい、売上を増やしたいなどの理由かと思います。そのためには外に出て、新しい多くの人との出会いが必要と考えているのではないかと思います。初めての方にアドバイスをお伝えします。必ずしも新しい人に出会う必要はないのです。まずはじめは既存の関係を再構築する、深くすることです。今の自分のネットワークを考えてください。すでにある関係を考えてください。既存のお客様は何人か、サプライヤーも何人か、もちろん友人もいますよね。そういう人たちに連絡をしましょう。いつもとは違う会話をしてみましょう。彼らをよりよく知りましょう。彼らの目標は何なのか、誇りを持っていることは何なのか、関心事は何か、またどんな課題に直面しているのか、いろいろな人と十分このような会話ができたら、今度は点をつなげることができるようになります。ある人の課題に対して別の人が解決策を持っているかもしれません。その場合、あなたがその2人をつなげるのです。関係を深め、他の人の手助けができるか考えてみるのです。そうすることによって、あなたは人と人をつなぐコネクターになります。それができるようになると、あなたは今度はプロフェッショナルネットワーカーの道を歩み始めたことになります。そうすると、困った時にはあなたに相談しようと人は思うようになります。新しい人とのネットワークを作ったわけではありません。既存の関係をよりよくし、深くしただけです。新しい人たちと出会う際の自信にもなり、出会った時に同じことをしましょう。以上が私のアドバイスです。外に出て新しい関係を作る必要はないです。素晴らしい助言です。コネクターになるというのが効果的なネットワーカーになる上での土台です。BJ さん、素晴らしい助言です。マックさん、どうですか？ネットワーキングを今から始めようと思っている方がいらしたら、まず目的を定義することをお勧めします。ネットワーキングの目的は何ですか？どのようなタイプのネットワークが必要でしょうか？交流の場を広げたいのか、助け合うタイプのネットワークなのか、ビジネスネットワークなのか、目的を明確化しましょう。マイズナー博士はいつもこれをネットワークであり、ネットスイート、ネットイートではないとおっしゃっています。ですから参加者は時間を費やさなければなりません。手帳に時間を確保し、週に3時間でしょうか、時間を費やしましょう。そうでないと目的は達成できないからです。そして、ネットワークに参加したら、スマートにネットワーキングしましょう。ハードにネットワーキングするのではありません。スマートにネットワーキングするというのは自分のターゲット、市場と関係のあるツールを見つけるということです。BNI ではコンタクトサークルと呼んでいるのですが、その人たちと最初にワントゥーワンを行いましょう。自分のターゲット市場と接点のある人たちと最初にワントゥーワンを実施すると、人生がはるかに楽になりますし、スマートな方法です。マイズナー博士、どうぞ。素晴らしいですね。とてもいい点だと思います、マックさん。次の質問です。今、ビジネスオーナーが直面している最大の課題は何でしょうか？どうしたら乗り越えることができるでしょうか？ロレーナさんからお願いします。馬のパラダイムです。説明しましょう。他の大半の動物と同様、馬は人間と同じ時間の概念を持っていません。馬は過去起きたことを覚えていません。これから何が起こるかも分かりません。説明します。今、馬は痛みを感じています。馬が今分かっているのは今痛いということです。昨日は痛くなかったことを覚えていません。明日は痛くなくなるということも分かりません。ですから、このパラダイムを人間にも適用しましょう。以前の状態に固執し続けることはできません。なぜかというと、その状態に戻る可能性は低いからです。そして、将来起きることも分かりません。ですから、今、うまくいくようにするのです。現在、ビジネスオーナーが直面している最大の課題は、過去に執着し、以前の状態に戻りたいと絶望しているか、または、将来良くなることを願って待っているかのどちらかであるということです。私は今、うまくいくことが必要だと考えています。馬のように考えるのです。今痛い。だから、今直して。今、うまくいくようにして。ロレナさん、このパラダイム素晴らしいですね。初めて聞きました。素晴らしい考え方です。私も全く同感です。ロレナさんのバージョンの方がいいのですが、私も今まで今の居心地の良さになれなければならないと伝えてきました。答えは誰にもわからないからです。課題を認識していて、答えを模索しているのですが、今私たちは全ての解を持っているわけではありません。世界中の多くの人はどのようなビジネスであれ、全ての解を持っているわけではありません。これからはロレーナ・メディーナさんの馬のパラダイムを引用させてもらいます。
私も同じように、おそらく変革する意欲が最大の課題ではないかと思っています。これがビジネスの課題だと認識しています。最近、チャプタープレゼントから質問を受けました。あるメンバーがオンラインを使用したくないと拒んでいるとのことでした。私は彼女に伝えました。通常私、マイズナーが言っていたと伝えてとは言わないのですが、今回は彼女に対して拒んでいる彼に、私、マイズナーが言っていたと伝えてと言いました。マイズナー博士は変化が嫌いなのだと。私は変化が嫌いです。本当に大嫌いです。でも、変化よりも私が嫌うのは失敗です。私は変化が嫌いです。でも、私は変化よりもはるかに失敗が嫌いです。ですから、彼は変わるか、あるいは失敗するかです。彼の選択です。彼を変えることはできません。私は彼女にそのように伝えました。彼自身が変わろうと思わないと変われないです。でも、彼のそばにいて手を差し伸べ、手助けしようとした。このプロセスにサポートし、彼が変われるように手伝ったんです。それがまさに BNI に他ならないと思います。BNI と困難の時、そして良い時にも手伝い、サポートするのです。鍵は私たちが変化を認め、対応していくことを学ぶことです。これは、つまり、馬のパラダイムです。この表現、気に入りました。最後の質問です。さまざまな理由で、多くのビジネスはコロナ禍で深刻な財務的な問題に直面しています。多くの国は景気後退入りしています。3人にお伺いします。今、課題に直面している人にアドバイスをお願いします。BJ さんからお願いします。BNI でも他でもそうだと思いますけれども、人の最も良い点はお互いに協力し、助け合える点です。人に助けを求めれば、相手は理解してくれます。自分の課題や問題を話してください。ですから、人に助けを求めましょう。また、今日出てきたすべてのこと、例えば再度関わりを持つ、関係を復活させる、自分のビジネスで何ができるか考える、リフレーミング、方向転換、メンターを探す、私たちができることはいろいろあるのです。ブリーフケースを開いて、中を見てください。何ができるのか見てください。きっと役に立ちます。あとは行動に移すのみです。助言ありがとうございます。ロレーナさん、いかがですか？前向きな姿勢についてたくさん話が出てきました。ですから、もうすでに皆さん前向きな姿勢の人だとしましょう。では、次に来るのは何でしょう？前のお話に戻りますが、私にとって BJ さんがおっしゃっていたメンタリングです。世界の何千人もが皆さんと同じ職業であることに気づいてください。レストランオーナーだったり、旅行代理店だったり、世界に何千人も同じ職業の人がいます。BNI の中にも何千人も連絡を取ることができる同業の人がいます。世界のどこかの誰かがあなたが求めている答えを持っています。どうやって方向転換するか、再起動するか、どうやってビジネスを伸長させるか、その人たちに連絡をしてください。同じ職業のメンターを見つけましょう。一緒に解決策を見出してください。メキシコで実際始まったことですが、中南米の旅行代理店が集まって会議を開いています。週に一度集まって計画、ソリューションを策定し、お互いにマーケティングの仕方や旅行先にどうやって旅行者を集めるかなど教え合っています。どうやってメキシコを売り込むかを伝えたり、チリの魅力を教えてもらったりもしています。リージョン全体の中で旅行代理店のネットワークを作って、どうやってマーケティングをしたらいいか、どのようにビジネスを続けられるか、協力しているのです。すでに解決策を見出した人はどこかにいます。連絡を取ってみてください。また、自分のグループの中にも大きな可能性があります。皆さん BNI、つまりビジネスオーナーのグループの一員です。まさに顧問が大勢いるようなものです。連絡を取って助言を求めましょう。もしかして今あなたが経験していることは他の人にとってはすでに過去経験済みのことかもしれません。ですから集団として知見が BNI のグループの中には集積されているのです。組織全体の中に知見が蓄積されています。どこかの誰かは答えを持っています。手を伸ばしてください。助けを求めてください。それが最初に行うべきことだと思います。ロレーナさん、素晴らしい視点です。私に何をしなければいけないか教えてくれ
なかったじゃないという人が時々いるかもしれません。本当のことを言うと、あなたが何をしなければいけないのか私たちは言えないのです。これが私が話していた転移学習の考え方です。私たちは多くの一般的な情報や助言を提供できますが、自分がまずアイデアを受け入れ、内省し、ロレーナさんがおっしゃっていたように同じ業界の人に話をしてください。そして今日のアイデアをどうしたら自分の仕事に適用できるか見出してください。では、マックさん、締めの言葉になります。ありがとうございます、マイスナー博士。ロネーナさんがおっしゃっていたように、そして BJ さんもおっしゃっていたように、方向転換は非常に今重要だと思います。最近私は BNI のメンバーのあるイベントマネージャーと出会いました。以前、イベントが行われていた頃は、ブースにバーコードスキャナーがあり、テクノロジーを使ってイベント参加者を管理することができました。彼は今、そのテクノロジーを連絡先の管理に使っています。従来のようなイベントはしばらくは開催されないと彼は認識したので、方向転換し、ビジネスにソリューションを提供しています。連絡先が必要な、連絡先の管理が必要なビジネス、イベントの登録業務が必要なビジネスにです。偏見のない開かれた心を持つことです。多くのビジネスオーナーは車のヘッドライトに照らされた鹿のように完全に身動きが取れなくなっています。ビジネスが減ってしまった。でも他の変化には目を向けていません。ロネーさんがおっしゃっていたように BNI チャプターは素晴らしい人材の宝庫です。座ってブレインストーミングしてください。開かれた心を持っていれば新しいアイデアが出てきます。イベントマネージャーが変化に適応し、完全に変革できたのは大変良かったと思います。オープンな心を持っていれば役に立つと思います。素晴らしいですね。3人の皆さんの素晴らしい助言に感謝します。そして、視聴者の皆さんのために今日は時間を取ってくださりありがとうございました。視聴者の皆さんはブリーフケースに入った情報を受け取りました。皆さんが世界を再起動させるのに役立てるためのものです。それを生かすかどうかは皆さん次第です。アイデアを振り返り、内省し、個人個人の状況に合わせてどう適用するのかを考えるのかが大切です。では、ここで BNI CEO グラム・ワイミラーさんからコメント、発表があり、それで終了にしたいと思います。グラムさん、お願いします。マイズナー博士、そしてパネリストのロレナさん、BJ さん、マックさんの英知、素晴らしかったです。どうもありがとうございました。素晴らしいアイデア、視点を出していただきありがとうございます。視聴者全員を代表してお礼を申し上げます。マイズナー博士は不定期の参加を拒否することができるというお話から始められました。皆さん、これを心に留めておくことをお勧めします。たくさんの機会があることを認識してください。自問してください。1年前にはなかったけれども、今ある機会は何だろう。そうすると、たくさんの機会が見えてきます。パネリストの皆さんとマイズナ博士が示唆していたことです。マイズナ博士、そしてパネリストの皆さん、素晴らしい英知視点の提供、今日はどうもありがとうございました。今日の視聴者の皆さんを BNI2020 グローバルコンベンションに招待したいと思います。BNI の歴史上最大のイベントです。今日のように皆が集い、お互いから学び合い、現状を超え、ビジネスを伸ばし続け、家族、地域を支え、ひいては世界全体をサポートできるようになる機会です。以前にもお伝えしたかもしれませんけれども、私はビジネスリーダーは現状から世界が回復に向かうにあたって非常に重要な存在だと思っています。ですから、皆さん全員 BNI2020 グローバルコンベンションに参加していただきたいです。テーマは Powered by BNI です。何千人も2万5,000人以上の世界中のビジネスリーダーの参加を予想しています。世界一流のスピーカーから素晴らしい内容の講演があり、ぜひ皆さんにもご参加いただき、楽しんで人生を変えるような人々と出会い、関係を築いていただきたいです。最先端のテクノロジーを活用します。双方向性の高い4日間のイベントになります。基調講演、演者も素晴らしい方たちです。皆さんにたくさんのカスタマイゼーションも行われ、経験を個人化し、オンデマンド視聴も可能です。ワンツーワンも容易に世界中で設定できます。特別な、本当に特別な機会です。そして16言語に通訳されます。できるだけ全員がアクセス可能なように考えました。素晴らしい基調講演の演者は後で発表します。
申し込みは今割引になっています。メンバー、ビジターはたった49ドルで申し込み可能です。皆さんぜひこの早期割引を利用し、コンテンツへアクセスをしてください。エグゼクティブレベルの教育も提供されます。BNI グローバルイベント .com でチケット購入可能です。ぜひこのサイト、そしてイベントについてご確認ください。皆さん、今回のイベントへのご参加、どうもありがとうございました。グローバル組織としての BNI は、世界中のビジネスリーダーにコミットしています。共に世界を再起動させましょう。パネリストの皆さん、マイズナー博士、どうもありがとうございました。今日は皆さんご参加ありがとうございました。次回お話できるまで幸運を祈っています。どうもありがとうございました。